はい、今日は梅干し作りをなんとやってみたいと思います。はい、梅干し作り結構工程が多くて時間もかかるのでめんどくさいイメージがあるんですけど、なんと今日は3時間でつけて、でもうすぐこうしそを揉んでっていう作業までやっちゃうっていうやり方を私いつも参考にさせていただいてるYouTube チャンネルあるんですけども、概要欄に貼っておきますが、そこで以前教えていただいた方法ですごく簡単に梅干し作りができるようになったので、今日はそれを紹介したいと思います。はい、梅を、処理していきます。で、梅はさっと水で洗って、3、4時間つけておきました。一晩つけたりする方もいると思うんですけども、少しつけておいて、で、ここの梅のヘタを取っていきます。ようじでピュッとこうよピュッて取れるので、はい、取っていきます。はい、ではこんな風にヘタを全部取りましたので、次はこれライスオースパンね、今日1 kg の梅を用意してライスオースパンにちょうど入るので、お塩測ってあります。 100g、はい、10% の、お塩に今日はします。でこれをなんとここにもうかけちゃう、はい、でかけて蓋を閉めて、はい、インダクションレンジの保温の75度でなんと3時間、これで OK です。はい、で普通はこう重しをつけて、で多分やっぱり 2,3 週間樽とか容器に入れて、で梅のこう水分が上がってくるのを待つんですけど、でその間に結構ね、梅の具合によってはちょっとカビが心配、カビ生えてくるのを心配で、毎日こう瓶をこう回してこう塩分をこうまく行き渡るようにってやったりとかってするのが結構そこそこ気を使いませんか？で私もなんかそれがすごい気張るなっていうのもあって、で、今回この75度で3時間っていうのが本当に画期的で、これぜひ1回試してもらいたいなと思います。でこれね4時間とか5時間とか長すぎちゃうと柔らかくなりすぎてダメなので、だいたい3時間がちょうどいいです。はい、じゃあ3時間待ちます。はい、では、3時間経ちました。でちょっと開けてみますね。じゃーん、ほらこんな風にじゃーん、水分が上がってきてます。いい感じで、これを容器にちょっと移していきますね。はい、赤しそなんですが、ここの、葉っぱのとこだけこうやってちぎって、こうやって入れてかけていきます。ちょっとこの太いところとかは取ったりして、仕分けちぎって用意します。はい、どんどん揉んでいくとこういう風に黒い汁が出てくるので、これを捨てて、で今の塩もみの作業を 2,3 回繰り返します。はい、ではこれ3回ぐらい、3、4回もみもみして黒い汁を捨てました。で最後ははい、このお塩、いつものお塩ちょっと入れて、でここにここ塩上がって、梅から上がってきたこのさっきの汁をちょこっと加えます。
すると色が良くなってきます。はい、このなんだっけ、上から上がってきた汁入れるとこういうちょっと鮮やかな色になってきます。はい、でここにこの梅の瓶のところにこのしそを入れていきます。よいしょ。はい、これで1週間ぐらいこれでつけて色が変わってくると思うんだけど、赤くなってきます、これが。でその後お天気が3日ぐらい続く日を選んで干す感じになります。今から梅を干します。はい、梅干し並べてみました。ちょっと間隔を空けて並べて、でしそも絞って乾かします。はい、でこのまま今日は日中干して外で、で一旦夜は家の中に入れます。であと明日はまた干して、で2日ぐらいでもいいんですけど、しっかり乾燥させたい人は3日ぐらい、はい、乾かして出来上がりです。